こんにちは、みえこです。今日は買い物用に少し大きなカバンを作りました。このように2リットルのペットボトルが3本も入るんですよ。そしてこのカバンの良いところは裏に返すとリバーシブルになっていて2倍楽しく使えることです。肩紐の幅も広いので重いものを中に入れても肩が痛くならないように作ってみました。それでは作ってみましょう。まずスクラップ布を用意してください。薄い色と濃い色用意してくださいね。そしてこのように5センチの幅でどんどん切ります。このように切ってほしいんです。布の大きさは小さくても大丈夫ですよ。素材はコットンが縫いやすいです。次に土台布を用意します。サイズは14センチ正方です。18枚用意します。コットンが縫いやすいです。でも見えなくなってしまう布なので、着なくなった服などを切っても大丈夫ですよ。さて、この布の上に先ほど切ったスクラップ布を置いて、土台布の大きさにカットして1センチの縫い代で縫います。また次の布を乗せて土台布の大きさにカットして1センチの縫い代で縫います。これを4段縫います。このように作ってください。長さが足りないものはこのように縫いつないで、どんな幅でも大丈夫なので4段縫いつないでほしいんです。そして土台布からはみ出たスクラップ布の部分は丁寧に切り落とします。これを18枚作って並べて、このように1列ずつ縫いつないで、これをさらに縫い合わせて1枚のトップを作ります。縫い代にアイロンをかけます。そして今度はここにいつものように
刺繍糸で飾り縫いをします。こんな感じに作ってみました。でも飾り縫いはどんな縫い方でも大丈夫ですよ。トップができました。ではまず裏側から作ります。38センチ正方の裏布を2枚用意します。トップと同じ大きさに切ります。そしてこれは肩にかける紐の部分ですが、1メートル ×14 センチを2本用意します。少し長いものが必要な人はここで10センチとか20センチ長くしてください。そして片側だけ1センチの縫い代で縫います。次にポケットですが、20センチ ×17 センチのものを2枚用意して、このように1箇所だけ残して1センチの縫い代で縫います。これを角を丁寧に折って表に返します。角の部分はこのように目打ちなどで丁寧に引き出しておくときれいにできますよ。そしてアイロンを当ててプレスします。次に側面の部分4つに畳んで折り線をつけます。この中央付近に先ほど縫ったポケットを中央あたりに折り線をつけて、このように待ち針で留めて端を縫います。ところがここに入れ口のところに刺繍糸で飾り縫いするのを忘れてしまいました。後からですが縫います。最初に縫った方がいいですよ。こんな風に作ります。そしてこれを半分に畳んで中心あたりに待ち針で印をつけます。先ほど縫っておいた肩紐の布を縫い代の部分をこの中心に合わせて針で留めます。これをこのように針で留めて1センチの縫い代で縫います。畳み方はこのように畳んで縫いました。縫い終わったらもう片側の裏布をまた縫います。半分に畳んで中心に針を留めて印にします。これを先に縫っておいた布に肩紐の中心の縫い代の縫ってあるところにまず針で留めて、同じように周囲を
1センチの縫い代でミシンで縫います。針で丁寧に留めるときれいに縫うことができます。次に表布を作ります。同じ幅で100センチ ×14 センチの紐を2本用意します。トップのキルとしたものをやはり裏布と同じように中心に針で印をつけて、肩紐の縫いつないだ中心を針で留めて、裏布と同じように1センチの縫い代で縫います。丁寧に畳んでからミシンで縫うときれいに縫うことができます。片側縫い終わったらまたもう片側も同じように縫います。そして縫い終わったものに裏布を中に入れて、裏布の表とトップの表を合わせて針で留めて、またこの部分も1センチの縫い代でミシンで縫います。片側縫い終わったらもう片方のトップも同じように1センチの縫い代で裏布と表布を縫います。2回目に縫った表布と裏布は少し返し口のために開けておきます。この部分から表に返します。表に返すとこんな風になっているので、裏布を中に入れます。そして肩紐が離れているので、ここで縫いつなぎます。やはり1センチの縫い代でこのように縫います。そして開いているところをミシンで縫います。このように縫います。そしてアイロンでプレスしてカバンの入れ口と肩紐の部分を刺繍糸でステッチします。カバンの口にこのように紐をつけてみました。完成しました。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。簡単にできるから作ってみてくださいね。